ウォーロボッツフランベチャンネル緊急特番アップデート 11.7 だね。いやーねよかったのかね。今回は鉄くずリバランスあるやもって思っていたがなかったね。これは最後の本題のベンチマークでご説明しよう。まずはこれ、そう嫌がらせのごとくブレイズレックスを輩出し、またさらにこのパイロットを引き当てさせるってね。その理由はこの後でご説明するとして、ようやくだがハスタトゥスの標準装備武器を手に入れました。でレベル1でもいいやってバトルやってみると、これはというかハスタトゥスは400メートルあたりからの攻撃だとかなり使えるね。つまり火力的にもこの標準武器でなきゃあんまり楽しくないって、そんなセットアップのボットだね。なので今後はしばらくこの武器のアップグレードに励みますが、新たなパイロットが登場だよね。そうそう、やっぱりそうだったね。このハスタトゥスが楽しくなるためにはマーク3がかなりマストってとこ。ここまで上げなきゃアビリティ3つ確保できないからね。で新たなパイロットだが、なんとバリアー終了の逃げ足加速と、やっちまったなーって時の耐久値回復、そしてさらに売れ行き不審な状況対策としての火力ぶっ飛びバフ。やっぱりだね。あんまり売れてないとこ見てると絶対追加出してくるよなーって予測してたからね。思った通りだったね。で次は予告っぽいやつだが、これも標準武器5つ揃いましたが、これはそこそこのアップグレードに抑えておいて、本命の10武器5つぶっ飛び度変態を今月末にはお披露目です。それじゃ戻って、ハスタトゥスのアビリティは具体的にどう発動し、どう防御してるのか、一度じっくりと見てみましょう。まずは初回ダメージと次のダメージに間隔ある場合だが、単純にアビリティタイムが終わると2つ目のアビリティが発動し防御する。そうしてクールダウンが終わる回復を待つ。こんな感じでは次に連続したダメージだとアビリティ2つで4秒ね。ここだろうマーク3に上げなきゃ楽しくないってとこはね。つまりマーク3だとバリアー状態がおそらく6秒継続、その上でクールダウンは10秒なので、実質的な次のバリアーまでは6秒となる。このあたりが微妙に効いてきそうだね。それじゃ次にタイタンゲージはチャージされてるにもかかわらず、一つのタイタンだけでしか出撃できないバグ。これね、特に勝率上がってくるとこんな症状となる。最低な調整方法だねってとこで、いよいよ本題。まずは新たなスペシャリゼーションのタンク。これは今あるボットに付け加えられるのかって既存ボット確認したが、どうやら新型のみのようだね。でこのタンクモジュール、これ結構やばいだろうね。ボットにより使い方とはなるだろうが、今回の新型のような圧倒的な耐久性を持つボットならばカッチカチとなりそうだ。そして次のスペシャリゼーションの見直しとなった時、このタンクモジュールが搭載されるはず。その時が一番厄介かもしれないね。では次にドローンのスケールズだね。これはほぼほぼ今回の新型ボット専用仕様って感じで、スローダウンに対してのサポートがメインのようだね。むしろ新型に合う他のドローンを見つけた方が良さそうだね。では次に新型ボットではアルティメットレオ。これは欲しいと思うが、相当な金額をどうせふっかけてくるだろうからいらないね。買わない。戦闘力は間違いなくアルティメットランスロットを上回るだろうね。もしこのレオにアルティメットタランニッツとリディーマーを装備した時の火力どうなるだろうね。ランスロットの火力にもう一つタランを加わる。もう想像つくよね。ここまでぶっ飛んでんじゃ少なくとも1000ドルは消費させるだろうからね。完全にお金持ち限定だね。さあついに登場のぶっ壊れぶっ飛び耐久性のボットアミットだね。もしかするとブチ切れ度変態セットアップには適してるかもだが、でこのアミットへのブチ切れ確定アビリティの一つはスローダウン。とにかくパッシブで常時前方の円錐状範囲に入ると発動する。いやーマジでこのアミットと火事からのロケット弾で同時に撃たれりゃね。動けないは上からがツンとくるわでリセットボタン押すねこれで、さらにはアブソーバーを展開させ、そのダメージが防御ポイントに変換。さらにその蓄積した防御ポイントは最後まで続くだとさ。しかもマーク2で防御率 40% を獲得した上で蓄積防御ポイントだろうし、マーク3となればグレーダメージさえも 50% ではあるが回復させると、そうしてさらにここもポイントだろう。実はこのスピードだ48キロ、これスピードバフ入れば55キロまでとなるだろう。このスピードはかなりスムーズな移動ができるはず。そうして最後の大問題、それは軽武器3つと中武器1つ。普通に考えれば
火力そのものは決してぶっ飛んではないと思うだろう。いやー油断大敵。これだけの防御力あるならば近接戦でも戦える。するとミューリクスとイーロックス装備してみるとどうなるんだろうね。ではベンチマークといきましょう。今回は3つのタイプ全てに新型が登場なので、全てのタイプについて比較的新しい武器との比較で見ていきます。距離による拡散を無視するため近接距離でそのダメージを計測します。ラップタイムは3秒、5秒、10秒で全ての確認後にまとめてその評価を行います。フランベラシクアルティメットテンペスト忘れてたね。テスサバの終了時間も押し迫ってて忘れました。いいかテンペストは全ての武器で細かく確認比較したいものだが、なんせたったこれだけの内容でも半日近くかかるからね。お仕事しなきゃがっつりできやいいか口はでは。左側重武器、右が軽武器ね。まずは軽武器ヒッポだね。これはほぼガンギルと同レベルの火力と言っていいだろう。一発の重みが強烈だからスラッグ弾系統と同じ感覚だね。ファイアリング感覚の差、これによってグラディウスが射程距離600メートルながらも火力はこれも同等だろうか。で次に中武器だが、これは比較失敗かもだが、アルティメットもロット、これよりは上回る設定か。おそらくもロットは極端に弱体化されることないだろうから、他の有効350メートル付近での武器では最高火力となりそうだね。最後に重武器、これは超絶弱体化によって使い勝手がいい武器ってなかったからね。フィルムとリオダリ、これがこの春までのこれ一択ってなるんだろうね。いかがだろう。イーロックスとミューリクスは違ったか。いいや。軽武器は近接戦となればこれ一択。200メートル超えたバトルで展開するボットでは今回の新型と一つ前。中武器ではミューリクスとクロコ、重武器では近接型ではなく中距離のリオダリとフィルムの2つ。おそらく3月3日いや10日だろうか。ここでのアップデートで当たりバランス、超絶弱体化入れてくるだろうからね。あまり無駄遣いしないように注意しましょう。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回、お会いできること楽しみにしております。ごきげんよう。